ようこそ秘密基地にいらっしゃいました。まず最初にチャンネル登録やグッドボタン、よろしくお願いします。はい、ということで、旅行から帰ってきました。昨日はね、珍しく、宿泊先から、動画撮らせてもらってるんで、まだ見てない方、よかったらそちら見てみてください。概要欄に URL 貼っております。はい、ということで、今日はちょっと雑談をしていこうと思うんですが、ゆうちゃろうファミリーに感謝をちょっと今日は残しておきたいなっていう思ったんですよ。そう。秘密基地だからこそできることじゃないですか。で、今日のお供は、こちら、じゃーん。アイスの実。マンゴー味、濃いマンゴー味。豚のね、結構アイス類では、もう本当にナンバー3に絶対入るアイスの種類なんですよ、アイスの実が。まあ、トップ5にしとこうかな。いや、でもほんとナンバー1って言っても過言ではないぐらい。どないナンバー3なのナンバー5なのナンバー1なのどれみたいな。全然違うよね。でもほんまにそれぐらい好きで、本当に美味しくないアイスの実って。外れがないというか。すっきりするし、特にナッツに余計食べたくなる。うまい。濃いわ、マンゴー。美味しい。で、まあ、昨日旅行でのお話ししたと思うんですよ。お腹いっぱい食べたって言ったり、ゴルフのスコアのこと話したり、それからマッサージとかもしてたじゃないですか、フロアで。もう結構長い間いたんですよ。なんていうの、ロビー使っていいとこが、12時までいていいよっていうことやったんで、あの後聞いたら、ねえ、じゃあもうちょっとマッサージするかと思って、ね、本もあるしと思って、まあでもなんか本読むよりなんかもうマッサージにこう、全集中しようと思ってさ、もうひたすらもう、こうなんかリクライニングっていうか、なんていうのこうさ、もういろいろ角度とかもこう変えれちゃったりするから、もうほんまに好き勝手、マッサージ機を使って。でも12時ギリギリまで。誰も人おらんかったから、もう人おったらさ、もしかしたら使いたい人いるかもしれないんで、ちゃんと遠慮しようと思ったんですけども、なんか誰も来る気配なかったんで、もうこれは、もうこことばかりに、ひたすらマッサージ機をしておりました。で、もう帰ったらさ、みんな多分寝てるやろうなーと思って、部屋戻ったんですよ、12時ぐらいに。そしたらさ、誰かが起きてるんですよ。誰やと思いますゆうちゃろうと、ゆうちゃろうパパ、ママ、4人で、豚と旅行してたんですけど。まあ、もう絶対、ゆうちゃろうは寝てるわけよ。でも絶対、お父ちゃんも寝てる。で絶対マミーも絶対寝てる。誰？正解は、マミーだったんですよ。びっくりして、起きてると思って。もう結構さ、朝早かったし、お酒も飲んでたから、もう絶対、もう寝てるやろなと思ったらさ、もう携帯触っても、なんかね、起きてたのよ。で、とかって起きてんのとか絶対寝てると思ってたって言ったらさ、起きてるよとか言って、てか、どこ行ってたみたいな。びっくりしたみたいな。もう全然帰ってこうへんからみたいな。で、とか思って、ずっと起きてもしかして待ってくれたんって言ったら、寝た。寝てたんかいみたいな。もう結構まあ、後から聞いた話、もうなんかすぐ寝てたみたい。やっぱり、ご飯食べて、お風呂入って、もうすぐ熟睡しとったらしい。んで、ゆうちゃろうはずっとこう、タイタニックを、なんかネットフリックスで最近タイタニックが配信されたらしくってどうも。で、それをなんか見てて、だけど、途中で、そのマミーが、私ちょっとオリンピックみたいな、ゴルフやったかなゴルフみたいからちょっと帰ってとかってなってたらしくて。で、もうすぐ寝たらしいよ。で、ゆうちゃろうがこうチャンネルをね、ガッガこう、変えるたびに、なんかちょこちょこ、なんか起きてくるらしくって、マミーが。で、なんか、寝てると思ったら急に喋りかけてくるからめっちゃ怖かったんけど、みたいな。もういびきとか書いて寝て。とか言って。だけど急に、名前言っちゃった。もう最悪。編集しなあかんわ、この動画。なあなあ、ゆうちゃろうとか言って。みたいな。さっきまで寝てたよ、みたいな。とか言って。いうやりとりがあったらしくって。めっちゃそれはそれで面白そうやんと思って。まあでもマミー曰く、なんかちょっと寝つけんかったみたい。でさ、そこのお部屋って、こう、ダブルベッド、ツイン、ベッドが2個あって、でそこ1個がお父ちゃんそこに寝てて。で、もう1個隣でマミー寝たらいいねんけど、マミーはそこを使わずに、自分たちと一緒でこう、ベッド3つ引いて川の字に。で、そこで3人で寝るっていう感じになっとったんやんか。で、なんかでもどうも寝つきが悪かったらしくって、で、そこの川の字に引いた横がお風呂やねんけど、お風呂がね、なんとこう、丸い鏡がついてて、こう見えるようになってるのね、この部屋の中から。
で、なんかそこの丸い、なんかその窓がちょっと怖いみたいな。なんか映りそうみたいな思ってたりとか。で、なんかこう寝つきがちょっと悪かったらしくって。で、なんかちょっとこう寝れたなと思ったら急になんかまた起きたりとかって言って、熟睡できひんかったっぽくって。で、まあそんなこんなしてる時にブー太郎がやっとこう12時に帰ってきたっていう感じ。まあでも、なんかもうそっからさ、テレビもついとってんけど、なんかもう急に消して、寝る体勢に入ってて、まあ何をするわけでもなく、もうそのまま寝たんですよ。で、もう朝起きたら、もうパパは起きてたし、で、マミーはお風呂入ってて、で、お部屋にね、お風呂入ってるんですけど、さっきも言ったけど、こうさ、部屋から見えるようになってるのね。プラス、外の景色も見えるんですよ。もう窓が、こう、なんかオーシャンビューじゃないけど、こう川が目の前にあるんですけど、なんていうの川、リバービューみたいな、合ってる使い方、日本語。そう、見える露天風呂で、そう、お風呂で、で、もう湯船もめっちゃなんかね、広いんですよ。もう足も伸ばせるぐらい。でも、なんか優雅にね、朝からお風呂入ってらっしゃって。で、上がってきてさ、ブタロとか言って、さ、こう化粧水とか置いてなくないとかって言って、置いてないでとか言って、マジで私持ってくるの忘れたわとか言って、どうしようとかって言うから、ブタロさん、こうなんか旅行用なんかこう、あるやん、ちっちゃくなってる化粧水、乳液とか。あれをね、いっちゃんから前大量にもらってて、それをね、今回ちゃんと旅行やからさ、もう基本別に温泉行くこと多いからさ、いつも持っていくリュックに入れてあったんですよ。だから、あるあると思って。もうどうぞ使って、みたいな。持ってますから、私。みたいな感じで。こことだばかりにドヤ顔で渡したら、ありがとうとか言って。なんか、よし、持っといてよかった、みたいな。これちょっと一個株が上がったぜ、みたいな。しょうもない株。そう。だけどよかったと思った、ほんまに。でさ、なんかね、そこで面白かったエピソードがさ、さっき言ったけど、リバービューなってるじゃないですか。使い方ってるのか知らんけど、この日本語。で、もうマミはもちろんさ、タオルで隠すわけもなくさ、こう外を見とったんやって。何気に。と思って。昨日もちらっと言ったけど、なんか砂湯っていうとこが外に入れる露天風呂があってさ、その川の横に。そこにもう行ってる人が本当にたくさんいるのよ。でも朝からもちろん行ってる人も多かったらしくって、もう見とったんやって、その行く人。今日も入ってらっしゃるわ、みたいな感じで。で、なんかじゃあ一人の人とこうパッと目があったらしいよ。ね目あった。みたいな。みたいな。で、急いで、隠したらしいねんけど。もう最悪じゃない昨日はさ、ご飯食べながらさ、ほんとおじいちゃんみたいな人がさ、もうフルチンでさ、もうタオルで隠せよって言ってるのに言うこと聞いてるのおじいちゃんが何人かいてさ、うわーとか思って、なんかもう出てるでみたいな感じでもうちょっと、とかって言っとったのに、次の日の朝、マミーはマミーで、もう胸をあわらにして、もう男性陣にこう見せびらかしてるっていう。朝からやで。もうラッキーやろうな、そんな、歩いてきたおじさんは。たまたまこうやって横チラって見たら、胸をあらわにしたさ、お母様がおるの。いやもう、ごちそうさまです、みたいな。そう。だけどなんかマミーはマミーで謙虚やからさ、まあ、私も結構太ってるから、なんかこう、おっさんがお風呂入ってるって思ってくれてたらいいけどとかって言ってたけど、いやもう絶対ないわ、それは、って言って。そんなおっさん体型じゃないやん、全然、とか言って。で結構さ、ゆうちょのマミーってさ、しっかりしてんねん、ボディが。そう。だからもう絶対おっさんとは間違われるような体型じゃないからさ、もうラッキーと思ったと思うわ。朝からごちそうさまですよ。もうその話でも朝から爆笑。嘘やんとか言って。大丈夫みたいな。ちょっと安売りしすぎじゃない体みたいな感じで盛り上がってました。で、それを横でパピーは笑ってるっていう。微笑ましくないこの家族エピソード。で、ゆうちょろも最終的に起きて、で、朝ごはんがもうまたまたリッチでね。もうみんなでうわーとかやって、もう地卵のさ、だし玉が出てきたりとか、サバの塩焼き、あれもめっちゃ美味しかったし、あと結構お漬物、梅干しとかあったり、海苔とか、お味噌汁って、あとご飯が3種類選べて、おかゆタイプ、普通のご飯、あと卵かけご飯。ユーセルファミリーってみんなで、卵かけご飯が大好きなんですよ。だから、でもお父ちゃんは普通のにしてたけど、
ゆうちゃろうとマミーは卵かけご飯。めっちゃマミーが食欲朝からすごくって、朝からもう3倍ぐらいご飯食べてたから。誰よりも食べてた。そう。でもわかる。なんかもうご飯が進むようなおかずがもうポンポンポンって、並べられてたからさ、そりゃ食べるよね、みたいな。豚のも一回おかわりしたから。んで、チェックアウトしてさ、岡山の方まで来てたから、瀬戸大橋見に行きたくないってなって。誰も行ったことなくて、お父ちゃん歩いてたかな。もう行こうってなって、瀬戸大橋まで行って。めっちゃすごいね、瀬戸大橋。びっくりした。思った以上にでかくって、すごかったです。で、ここの、なんだかな、与作なんか与えるっていう字がついてたパーキングエリアが、唯一瀬戸大橋であるって言って、ここのパーキング寄って、で、まあ、お土産とかいろいろね、買って、なんか展望台みたいなとこもあってさ、まあ、そこでみんなね、こう家族写真を撮ったりとかして、まったりそこのね、パーキングエリアでも過ごしてたんですよ。で、そのまま、うどん食べようよってなってる。豚さ、香川の現地で、実はうどんって食べたことなくって、関西に住んでる割には、結構さ、もういろんなほんまにうどん屋さん多いから、もうどこがいいかわからんくって、どうしようってなってんけど、まあ空いてるとこが何店舗かあってさ、岡線っていうとこがあって、で、岡線行ってんけど、もう、すっごい、もう大量、もうめっちゃ並んでて、もうこれはもう無理やってなって諦めて、で、その次に、何やったかな、名前。なんかそこも有名なとこやったんですけど、なんかよしがついてた。なんか基地の名前。吉川よしのいや、ちょっと違うな。なんかちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、そこ行ったら、全然空いてるやんと思ったんですけど、中入ったら、お盆休み中はちょっと駐車場の確保ができないため、みたいな。持ち帰りだけやってます、みたいな感じで。マジでってなって。でも、パーキングエリア、その、橋渡り終わったすぐのとこに、なんかうどん屋さんあったよな、もうそこにしよっかってなって、そう、でも名前何やったっけってなって、で、結局わからず、で、最終的に、何やったっけな名前。また忘れたわ。なんかでもそこはチェーン店っぽかってさ、なんか関東にもあったかなそこのさ、おうどん豚郎が山かけ、ぶっかけにして、お父ちゃんもそれにしてたな。で、豚を中にしたんですよ。で、お父ちゃん大で、ゆうちゃろうは、なんかその期間限定のすだちおろし牛肉うどんみたいなのにしてて、で、マミーは普通のかけうどんめっちゃ並んどってさ、もうマミーめっちゃおもろくって、もうどうしよう、一番最後に並んどってんけど、ゆうちゃろう、ぶーたろう、お父ちゃん、マミーの順番やってんけど、もう3人は早いわけ。男軍団は。だからマミーだけもずっとさ、どうしようみたいなもうさ、もうほんまに自分の番が来る直前までさ、ずっともう混乱状態一人で、どうしよう、どのうどんにしようみたいな感じで、もう一人でもう慌てとったわけ。でも結局出た言葉は、かけうどんで、みたいな。みたいな、豚郎。もう思わず顔見ても、とかって、あんだけ悩んでたのに、まさかのかけうどんみたいな。私結局毎回こうやって悩んでかけうどんにしちゃうねん、とかって言っとって、おもろすぎやろと思って、絶対何かしらの具入れたかったんじゃないとか思ったんやけど、結局何も具が入っていない、ただのシンプルなかけうどんにしてて、面白すぎたね。で、大を頼んでたんですよ。で、もう食べたらさ、もう喉越しからもう全然違うね。もうびっくりした。水分量がまずめっちゃ多いらしい。その、粉に対しての 40% 以上。で、すごい寝かせるんやって、その、麺を。だからか、もうすごい発酵させてるからかなんかわからんねんけど、喉越しはすごい、しかもめちゃくちゃもうツルツルで、こうほんまにもう、水分めっちゃ多く含んでんねんなってわかるぐらいのこうツルツルさ。と粘り気があって、いや、これは美味しいわと思って、もなんかいくらでも食べれそうと思って。もう最高と思って、香川のうどん人気な理由が分かったわと思って。で、コシもあるしね。いや、最高でした。で、まあそうそうしてるうちに、なんかさ、もうずっとなんか視線を感じるわけや。豚郎はご飯を食べながら。ね。ゆうちゃろうではないの。みんなゆうちゃろうと思ったけど、違う。ゆうちゃろうマミーの視線が変わってくる。でも昨日の動画でも言ったっけもう自分さ、すごい、ごちそう処理をしてて。もうみんなお腹いっぱいになるの早いからさ、本当にもう、ありがたいことに贅沢なご飯がもう大量にこっちに回ってくるんですよ。
もうありがたき幸せと思ってもらうんですけど、もう、ただこっちの胃袋にもやっぱ限界があるじゃないですか。でも夜もほんまに昨日苦しくって、ねもう今日のお昼はさすがにさ、大丈夫やと思うやん。だけどその夜と同じ視線を感じると思って。うふふふとかってめっちゃ笑ってんやんか、こっち見ながら。食べてとか言って喜んで言うて受け取んねんけど、そう、結局だからもうヒロもチューにしといてよかったと思って、でもゆうちろが横で、あんたすごいわって。めっちゃ学んでる。なんかやっぱりすごいわって。だからチューにしたんかみたいな。あんたがさ、こんなとこ来てチューを頼むわけがないとか言ってなんかめっちゃゆうちろ言い出して。僕はほんまに、そんな意識してなかった。またこう、残したものがこっちに来るっていう意識なかったけど、なんとなく、なんか、体的に、もう今日はチューでいいかってなってたんですよ。本当にいっぱい食べたから。ただそれだけやってんけど、なんかあんた、やっぱりもうこう、残ってくるの分かって、それを考慮して、チューにしたんやな、とか、なんかすごい感心しててさ、いや別に、そういうわけじゃなかったんけどな、とかって思いつつも、まあだけど、そうやろ、とか言って、合わせといた。で、おうどんも満足に食べて、で、そのまま、もう帰ろっかって言って、長い道のりをもう帰ってったんですけど、で、ご飯行こうってなって晩ご飯。いつも行ってるお店、焼き鳥屋さん。で、そこでもういろいろ喋ってさ、ああでもない、こうでもない、面白かったね、ゴルフこんなんやったね、とかって。で、そっからさ、妹ちゃんのなんか話とかにもなったりとかして、そう、なんかいろんな楽しい話からなんか深い話まで、なんか盛り上がった夜でした。とにもかくにももう本当にね、もうこんな素敵な旅行を企画して連れてってくれて、もういろいろね、すごいよくしてくれて、もういつも本当によくしてくれてるんですけど、旅行でも本当にお世話になりっぱなしやからさ、もう本当に、感謝でしかなくって、ブー太郎は。でもこんなになんか家族同然のようにさ、扱ってくれてることが本当に嬉しくって、ありがとうの気持ちでいっぱいです。今回ね、またブーと姫、お留守番しなきゃいけなかったから、いつものごとくね、うちの上司にも感謝で、見てくれてたんですよ。4匹も大変やね。自分とこの犬も2匹だけでも大変やのに、いつもなんか文句言いながらも、なんだかんだ嬉しそうに世話してくれてるんで、感謝なんですが、本当に楽しかったなぁ、家族旅行。ゆうちゃろう家族、本当にいつもありがとう。もう大好きです。はい。そして、こんな話を聞いてくれた皆さんも大好きです。いつもありがとうございます。では、またねー。